おはようございます。ガレージライフのお時間です。今日のスーパーセブン名車再生は、前回の動画でボディパネルの作業、フレームの修理とかが終わったので、今回から組み付けをやっていきます。今回組んでいくのはリアの足回りを組み付けやっていきます。これのオイル漏れを直して、アームのブッシュ交換をして、ブレーキを組み付けして、サスペンションつけて、リアの足回りは完成させます。そしてボディパネル、このアルミのパネルも磨きを入れて、もう後ろをね、完全に仕上げる勢いで今日はやっていこうかなと考えてます。後ろ側のね、組み付けをやっていく理由としては、フロント側を持ち上げればキャリアカーみたいにして出し入れができるから、車の移動とかが楽なんで、後ろ回りをね、組んでいきます。実際どこまで作業できるかはね、やってみないとわからないんですけど、できる限り作業は進めていくような形で、今回の動画もやらなきゃいけない作業はたくさんあるので、かなり内容の濃い動画になると思います。ぜひ最後までお楽しみください。作業に入る前に一つ注意事項。僕、元塗装屋というだけで、整備に関しては素人なんで、今日の作業動画参考にしないように、真似しないようにお願いします。それじゃあまずはリアのホーシングから作業やっていきます。これね、デフからね、オイル漏れしてまして、洗って塗装の下地作ってる時にね、気がついたんですけど、ここね、シリコンシーラントで漏れないように埋めてあったりとか、あとこっちもね、ここのフランジの部分のオイルシールのところにもシリコンシーラントが塗られてました。これ。このベロンとしてるの。これシリコンシーラントですね。液体ガスケットじゃなくてシリコンシーラントです。塗装するときにね、あらかた剥がしたからそんなに残ってないですけど、もともとはここべっとり塗られてました。まずはデフオイル抜いていきます。ドレンボルトがないからフィラーから抜くような感じです。うわ、硬い。よいしょ。まずはオイルシールの交換からやっていきます。よいしょ。割りピン外して、よし、きた。よし。これで何回転閉まってるか。さっき印つけたんですけど、ここのね、締め加減で中のベアリングとかギアのテンション変わってきちゃうんで、元通り組み直せるように緩める回数覚えておきます。1、2、3、4、5、6、7。7回転半、7回転半、7回転半。よいしょ。よいしょ。外したオイルシール、そして新しいオイルシール。このオイルシール調達するのめっちゃ大変でした。取り扱ってるお店全然なくて、奇跡的に1箇所お店で取り扱いあったんで電話して直接こう送ってもらったような感じです。ネット通販とかそういうのでも全然取り扱いなかった。ここのオイルシールレアです。このデフ、マリーナデフって言ってちょっと特殊というか、最近のケーターハムにはね使われてないデフなんですよ。取り扱ってるお店もねだいぶ減ってきちゃったみたいで、このオイルシール仕入れるのめちゃくちゃ大変でした。ただ部品自体はやっぱ生産されてるみたいで、探せばね取り扱ってるお店あるんですよね。部品探しが大変だったっていう感じかな。リップの部分にはシリコングリスを塗ってリップが傷つかないように。よいしょ。オイルシールの打ち込み完了。この内側にね、リブというか段差がついてるんで、ドンつきまで打ち込めば同じように収まる感じです。そしたらあとは元通り組み戻していきます。まずはフランジ。よいしょ。そしてワッシャー入れて、ナットを7回転半。1、2、3、4、5、6。ここだ、これだ。
元通り戻し終わりました。ナットの締め付け加減もね、元の締めてあった場所に合わせて割りピンも入れてあります。これで多分テンションのかかり具合とかは問題ないはず。多分大丈夫だと思う。そしたら次はこっちのデフのね、こっち側のオイル漏れやっていきましょう。よし、取れた。よっしょ。外したケーターハムスーパーセブンのデファレンシャル。一般的なオープンデフですね。よいしょ。オープンデフ。はかけとかは特になし。まあ、車に組み付けてあった状態で動かしてみたりとかもやってるからね。特に異常はありません。さっきのね、ナットの締め込み具合でテンションが変わるって言ってたの、ここですね。ここのギアとその奥にあるベアリング。あそこのテンションのかかり具合が変わるからナットの締め込み加減は気をつけましょうっていうことです。オイルストーンかけてここの当たり面掃除していきます。そしたらしっかり脱脂をして、ホーシングも脱脂して、液体ガスケット塗っていきましょう。外車なんで部品の精度が出てないかもしれないっていうちょっと不安があったんで、国産車やるときよりかは液体ガスケットは気持ち厚めに塗ってあります。そしたら表面乾く前に組み付けやっていきます。よいしょ。重たいね。ホーシングのオイル漏れ修理終了。塗装剥がれちゃった。ここ後で塗り直しておきます。液体ガスケットやり直したし、こっちのフランジ側のオイルシールも交換したし、これでオイル漏れは大丈夫だと思います。作業難易度的にはそんなに難しくはないです。ただただ重たくて作業しにくいだけ。国産車の車やるのと全然変わらないと思います。そしたらホーシング終わったんで次はアームのブッシュ交換やっていきます。ドーン。フロントとリア全部交換するつもりで、1セット購入しました。これだけでね3万円ぐらいでした。すげえ高かった。海外部品なんで今円安で部品がめっちゃ高いです。ブッシュの出面が揃ってない。ここの出っ張り具合が揃ってない。これありなんだ。さすが海外。ちょうどいい当て物がなかったんでソケット使って打ち込みやっていきます。あと抜く時のベースとなるのはなんか適当な廃材のベアリング。これでブッシュを受けて上からソケットで押し込む。そんな感じでやっていきます。よいしょよいしょ。はい、次はこれ A アーム。でかくてカメラに入りきってない。デフの下についてたアームですね。これも打ち替えやっていきます。わおどうやって打ち替えようか。セッティングできないよこれ。プレスじゃ無理か。これならどうだ。これでいけるでしょう。あ、いけそう。いけそう。
よし、取れた。取れた。何気ここ難易度高い。よっしゃー、できたー。打ち替え完了。反対側もここやるのすげえ大変でした。道具がうまいこといかない。それじゃあボディパネルの磨き入れていきます。多分動画としては足回りの整備を先に多分動画にしてると思うんですけど、実際やっていく作業は磨きが先ですね。いや今日ね、めちゃくちゃ天気いいんですよ。すごくあったかくて、日も出てて明るいから、やっぱり明るい方が磨き入れやすいし、撮影もしやすいからね。この後足回り組んで、フェンダー、ここにね、緑色のフェンダーつけてやる予定なんですけど、フェンダーつけちゃうとこういう際の部分とかも磨き入れにくかったりするんで、先にボディ磨いて、綺麗にした状態で組み付けっていう形ですね。で、磨くついでに、ちょっとへこみとか、そういうのもね、直していきます。ここ、トランク後ろ側ですけど、こうやってね、傷があって、ちょっとへこんでたりします。こんな感じでへこんでます。こういうの直したりとか、あと、ここ、タイヤのつく上側とかもね、こうやってちょっとこう、ほら、ボコボコボコってこれですね。こういう感じになってたりするんで、これもちょっと直して磨いてきれいにしてあげたりとか、アルミパネルの磨きと修理とやっていきます。未だにこのアルミパネルの修理、どういう風にやろうかね、作業のやり方悩んでます。いや、塗装と違いますからね。塗装されてるんだったら、もうパテつけて削って色塗っちゃえばわからなくなるやみたいな感じで、いろいろとね、ごまかしが効くんですけど、これアルミパネルですからね、そういうごまかし効かないんで、正直ね、どういう風に作業をやればいいのか悩んでます。未だに悩んでます。まずは裏側からこのへこんでるところ押し出しします。で、使っていくのはこんなの、竹ブラシの柄ですね。これのここ使って押し出しをやっていきます。パネルに傷つけないようにね、こういうの使って裏から押し出しします。うまいこといくのかなこれ。ちょっと傷がね深いから削らなきゃいけないんで、ちょっと出しすぎなぐらいに押し出します。ちょっとさすがに出しすぎたな。戻します。こんなもんかな。わからねえ、マジで感覚わからねえ電灯屋さんってすごいよね。どうですか、ちょっとこうパネルが出っ張ってるの分かりますかね。この傷の部分ちょっと出っ張ってるの。そしたらこれ削っていきます。削って大丈夫だよね。ちょっとあまりにも傷が深いから120番のペーパーでここをねこうやって削っていきます。傷が入るね。よし、このぐらいでしょう。このままどんどん番手を細かくして研いでいきます。まずは400番、次は800番、次は1000番、2000番。よいしょ。これで磨いたらよくなる。ならないかな。なってくれないと困るんだけどな。そしたらメタルコンパウンドで磨いていきます。使うのは和光図ですね。手作業だとめんどくさいから機械でやっちゃいます。じゃんと磨いたらこうなります。ピッカピカすっげえ。傷のあった場所ここですね。ちょっとカメラで分かりにくいかな。ピントが後ろの背景に合っちゃってますもんね。傷はねちゃんとなくなりました。でペーパー傷とかも2000番まで追っかけてあげればちゃんと全部落とせますね。ピカピカな状態にまで持っていけます。スペアタイヤ乗せると見事なほどにねここ隠れるんですよ。だから正直あそこまでねしっかりやる必要性もなかったんですけど、
まあ見えなくなる場所だからこそ、ちょっとしっかりと練習の意味合いも込めてね、真面目にちょっとやってみました。でもここまでね、綺麗にできれば十分ですよね。ペーパー傷とかも全然残ってないです。もう鏡ですね、鏡。すごいですね。そしたら他にもね、なんかちょっとこう目立つかなっていう場所があるので、ここもね、ちょっとボコボコボコっとなってるんですけど、こういうところとか直して、フェンダーつけれるようにパネル全面、磨きも入れてピカピカにしちゃいたいと思います。それじゃあブルーマジック使ってボディ磨いていきます。ここら辺ね、ここら辺とか、まあ、この辺とかフェンダーつけるとね、磨きにくいような場所先に磨いてしまいます。にしてもブルーマジックすごいね、めっちゃ綺麗になるね。これ初めて使ったけど、これすげえ。めっちゃ光るね。すごいね、ブルーマジックやっぱすげえわ。この白ボケからのこう、いいっすね、ピカピカ。さすがにね、この車乗り降りするときにぶつかるであろうこの辺、ここはね、傷を落とすの諦めました。結構ね、ボコボコと傷入ってるんですけど、へこみとか、これはさすがに落としきれない。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。そしたら次は塗装していきます。ここのフェンダーアーチの中ですね。今ここでね、ちょうどこう区切れてるように見えると思うんですけど、ピカピカで白ボケでこんな感じになってるんですけど、ここの白ボケてるところ、黒く塗装していきます。フェンダーアーチの裏側もこれを黒く塗っていきます。ここをね、黒くするのは僕の趣味です。ここ黒い方が足回り引き締まって見えるから黒く塗っちゃいます。マスキングは割とざっくりですね。表側に飛び散らなければいいやみたいな、そんな感じです。そしてリアフェンダーはこんな感じ。ちょうどここのね、マスキングテープ、これが耳になってて、塗装するときにこっちにね、飛び散らないようにこう壁にして塗装していきます。まずはシリコン筆出ししていきます。ちなみにリアフェンダーのこの裏面、これから塗装する部分、フェンダーの板金やってる時にね、足付けはちゃんとやってあります。だから脱脂して塗装するだけっていう状態になってます。このアルミパネルの部分だけ塗料の密着悪いんで、プライマー入れてきます。今日使うのは密着ロン。他にもプライマー持ってるんですけど、ちょっと今日ささっと塗ってしまいたいんで、密着ロンでサクッといきます。これね、乾燥早くてすごく使い勝手いいんですよ。だいたい20分ぐらい乾かせば色塗れちゃうんで、今日は密着ロンでやっていきます。時間に余裕のある時は他のやつ使ったりします。それでは皆さんお待たせいたしました。塗装タイム行ってみよう。この状態で20分乾燥させます。乾いたら煮液の黒塗っていきます。塗装翌日、仕上がりはこんな感じです。車がかっこよくなりました。フェンダーの裏側はこんな感じです。全面真っ黒。リアデフのオイル漏れ修理、そしてアームのブッシュ交換、新品ブッシュ入れました。ブレーキはサブチャンネルで錆落としをして塗装をやりました。これで組み付けていく部品の準備ができたので、これからボディに組み付けをやっていきます。
まずは配線を元通り戻していきます。塗装するためにね、結束バンド切って外しちゃったから、結束バンドで元通り戻します。次はホーシング組んでいきます。これめっちゃ重いんすよ。重いの、すごく重いのこれ。せっかく塗装して綺麗にしたからね、傷つけたくないから慎重に慎重に慎重に。よいしょよいしょ、乗りました。サスペンションは新品に交換します。じゃじゃーん、新しいの買っちゃいました。もともとついてたやつこれですね。オイル漏れしてて結構ねギットギトの状態で、もうちょっとさすがにこれ使えないかなっていうことで新しいやつね買いました。こっちがリアのショック、こっちはフロントのショックでもともとついてたやつこうなんですよね。短いこのショックになんかアダプターみたいなのつけて、こうちょっと長さを稼いでるような感じでつけられてました。フロント用のショックにアダプターをつけてるみたいですね、これ。だからこっちのね新しいリア用のショックとね、こうなんか若干見た目が違いますよね。あれ、今気づいたんですけど、もともとのショックは下側はブッシュ、上側はこんな感じでアダプターで横からネジ入れるタイプです。今買ったやつ開けたら下側はブッシュ、上側はこんな感じです。こう鉄板にこう刺さるタイプですね。つかないんじゃねこれ。無理だよね、無理だよね、だよね。ダメだね。うわやらかした。マジでかい。違う車種のやつ買っちゃったみたいです。完全に注文間違えました。いやーマジでショック。とりあえず組み付け進まなくなっちゃうんで、もともとついてたやつで一回組んでいきます。でショックはね新しいやつまた買います。次 A アームつけていきます。ここ A アームのねここのブッシュも新品に変えます。これ古いやつ、こっち新しいやつ。そしたら次はドラムブレーキをつけていきましょう。ドラムとあとシャフト、ドライブシャフトもねここつけちゃいます。カメラのバッテリー切れでかなり作業が進んでおります。どこまで撮影できてたのかな。多分サスペンションつけてアームつけてドライブシャフトを通したところあたりまでは多分撮影できてたと思うんですけど、今現状こんな感じですね。そうドライブシャフトも通して、でバックプレートとかつけて、ここのハブもつけてっていう形になってます。左側もここまで作業が進んじゃってます。でベアリングはねまだそんなに傷んでなくて、ゴロゴロした感じとかもなかったから、ハブベアリングは再使用してます。ちょっと今回経費がすごくかかりすぎてるんで、できるだけ使える部品はねそのまま使っていきます。どうしても壊れてて交換しなきゃいけない部品だけ今回は交換、まだまだ使えそうな部品は再使用っていう形で、ちょっとね今回経費がかさみすぎちゃってます。
それじゃあ引き続き作業を進めていきます。次はブレーキですね。ドラムブレーキの組み付けやっていきます。あんまり得意じゃないんですよね、これ。ブレーキ組むの。何が嫌いって、ブレーキのシューのバネかけてここに収めるのがすごく苦手。かけようとしてもバイーンってなるのがすごく腹立つんですよ、あれ。カップはブーツがね、もう破れてボロボロだったんで、これは交換します。新しいやつ、これつけていきます。カップにこういうのがつきます。これレバーみたいなの、これがサイドブレーキにつながって、ここでブレーキのこう動かすような感じです。ブレーキが当たるところにはグリスを塗って、よいしょ。よし、そしてブレーキのシュー、これがね苦手なんですよ。ほんとね、バイーンってなっちゃうから、バイーンって。よし、下側入った。あとは上のここを入れれれば。よし、入った。割と今日うまくできた。あとは裏側から固定用の金具で留めれば終わり。よし、 OK。 これで右側完了。そしたら左側のブレーキもやっていきます。こっちも右やった時と同じようにカップは新品に交換で、ブレーキパッドはまだ使えそうな感じなんで、パッドは再使用でやっていきます。一応ブレーキはちゃんと組み付けが終わりました。固着とかもなく正常に戻ってます。ただサイドブレーキも一応組んではあるんですけど、調整は後にします。まだフロントも組まなきゃいけないしね。でその後ブレーキフルート通してエア抜きやって、その時に一緒にサイドブレーキの調整もやっていきます。そしたらあとはフェンダーですね。リアフェンダーをボディに組み付けて磨いて綺麗に仕上げれば今日の動画は終わり。あともうちょっとですね。最後までお付き合いよろしくお願いします。今夜の7時半ですけど、どうにか頑張って今日中に終わらせたいと思います。フェンダーの取り付けはフロント側はこんな感じでね、ナットが埋め込まれてます。ただ後ろ側は穴が開いてて、裏側からボルトナットで固定する感じになってるんで、ここにブラインドナット、これを入れていきます。これ入れてフロント側と同じようにね、ボルトだけで固定できるようにやっていきます。フェンダー外すときすんごい大変だったんですよ。ここ裏から手突っ込んでボルトナット緩めて、多分この先脱着することはないと思うんですけど、将来的にまたいつか外す時が来るかもしれないんで、その時の僕が困らないようにナットを打っておきます。フェンダーのモールはシンナーで拭いてちょっときれいにして、よいしょ、フェンダーつけていきます。さっきのモールはここに入ります。ボディとフェンダーの間。できたやっぱりフェンダーの中黒く塗って正解。こうやってこのぐらいの角度から見えるフェンダーの中、黒いからそんなに目立たないですね。こんな感じ。足元が引き締まって見えますよ。あらかっこいい。あらかっこいい。あ
とはタイヤつけて、そしてジャッキで上げて車を着地させます。やっとこの時が来た。いやー長かった。ちょっとサスペンションが心残りだけど、ラダー入れないとジャッキが抜けなくなっちゃう。着地、降りた。やっと地面に降りたケーターハム。長かった。いやでもジムニーとかに比べれば元に戻るのは早い方か。ボディの板金がそんなにないからね。でもブルーマジックすごいですね。こんなにねアルミパネルピカピカになると思ってなかったです。すごく綺麗になりますね。これでボディ全面磨いたらめっちゃかっこいいんじゃないですか。鏡みたいになりますね。まだまだここの部分しか磨いてないけど、そして後ろはスペアタイヤがつくからほとんど隠れちゃいますけど、それでもねこの反射してる感じすげえ綺麗。もうイメージがつきますもんね。車がどんな風になっていくかね。ちなみにフェンダーはもう一応乾いてて全然触ったりとか作業できるぐらいにはなってて、磨きもね入れれるには入れれるんですけど、磨くのはねもう少し後にします。っていうか最後の方にすると思います。できる限りしっかりと乾かしてから磨き入れたいんで、そうしないと将来的にね肉痩せしてこうシワシワシワっとツヤが引けた感じになるから、多分この車が完成して最後の最後かな、磨き入れるの。いやもしくは先に磨き入れて最後に仕上げ磨きっていうパターンかもしれないです。どういう風にするかはその時の作業の進捗状況次第ってところですかね。そうだそうだそうだ、ナンバーをつけないとね、なんとなくのイメージがね、こうナンバーがついてスペアタイヤがついてフェンダーがついてピカピカのボディ、上にはトランクカバーがついて、楽しみだ。それじゃあ本日のまとめです。リアデフはオイル漏れを修理して、ブレーキの部品とかはダメそうな部品は交換して、使えそうな部品は再使用という形で足回りの部品を組み付けやってきました。ちょっと心残りなのがね、サスペンション。これ新品組む予定だったのに、まさかの部品の発注ミス。最悪これ返品できなくて手元の在庫になっちゃうかもしれないですけど、もうこれは僕のミスなので仕方ないです。ちょっとねやらかしましたね。前後のセットで12、3万だったんですけど、ちょっと痛い出費。ただでさえ経費かかってるのに、ちょっとここで12、3万もう一発出るのは厳しいな。でも車がねこんだけ綺麗に仕上がってくれれば、このめいった気持ちもだいぶ報われます。今回リア側の足回り組んだんで、次はフロントですかね。前側の足回りの組み付け、ブレーキのオーバーホール、そして四輪でしっかりと地面に着地できるように次回はやっていきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。